こんにちは、さきです。本日の動画は P 縛りメイクです。本日はですね、私のお家にある気づいたらたくさん溜まっていたこちらの P のアイテムを使って P 縛りでやっていこうと思います。もともといつもね P はね好きで使ってたんですけど、気づいたら本当に P の今出てるコレクションがたくさん溜まっていたので、ベースメイクから最後のリップメイクまでフルで縛りメイクでやっていこうと思います。今の時期もできるメイクだし、盛り体勢ない人でも簡単に真似できる、本当に今話題のアイテムばっかりなので、メガ盛り前なんだよね。何か買いたい方、気になってる方がいたら、ちょっと今更聞けないみたいな感じの方がいたら、この動画を参考にしていただきたいなと思います。それでは動画スタート。はい、ということでメイクを始めていきたいと思います。今日はベースもこちらのフィーのクッションファンデを使っていこうと思います。ちょっと一番最初に下地だけセルブのピンクの下地を使っていこうと思います。もうほぼ出ないんだけど、出ないのでちょっと少量だけ塗っていきます。お気持ち程度に。で、今下地がこの目のクマのところだけに塗りました。使っていくのがこちらのフィーのクッションです。これはですね、私00番っていうやつを買いました。クッションエッグフィットカバー。今日はフィー縛りなのでクッションファンデを使っていくんですけど、半年ぶりぐらいにクッションファンデをつける。こんな感じです。結構白い00なので一番多分白いからかな。こんな感じで、うわすごいね、久しぶりにファンデーションつけると。これ何に効果的なのかしら。カバー力、キープ力、セレブのクッションファンデみたいな感じかな。パウダーがちょっと入ってる。はい、こんな感じで塗ってみました。確かにちょっとセレブのテクスチャー系と似てる。でもちょっとこっちの方がツヤっぽい。もっとセレブのだとマット、セミマット、ちょっとお肌は明るめなんですけど、実際の肌の色より結構黄身が私強いので、この黄身の肌に比べるとちょっとだいぶ白いなって感じです。今ね、肩がねもっぱら黒いので、肩とかと比べてしまうともう全然違うよって感じなんですけど、皆さんご自身に合ったカラーを選んでください。パウダーはないので自分のパウダーをしていきたいと思います。下地はちょっとセレブ使っていきます。下地じゃないわ、パウダー。使うのがこちらのフィーの04番になります。これはね2色持ってて、01番と04番を持ってるんだけど、今日は04番使っていきます。これはもう本当に結構使ってるんだけど、特にいつも使う色は決めてないんですが、ベースはここをのせていこうと思います。下まぶたにも塗るんだけど、下まぶたはこことちょっと赤っぽいの混ぜます。ちょっと赤っぽいの多め。割と目の下赤いのが個人的に最近お気に入りなので、この間も使ったよね、このパレット。再現メイクだけ。こんな感じで下まぶたにも塗りました。で、私はこのさっきのこの赤を鼻にも、でそしたらちょっとまたケイトの目頭のラインを描いていこうと思います。目頭のやつ何でもいいんだけど、私はちょっと赤っぽい粘膜系のカラーのやつを使ってます。で、アイライナーを引きます。粘膜の部分で、今ちょっとラインがガタガタなので、これのこの一番濃い茶色の部分使ってぼかします。そしたらもう一回この赤のところを取って、ちょっと涙袋、さっきのねちょっと茶色の部分も取ったペンで、そのままペンじゃない筆でやるといい感じにちょっと濃くなります。これはもうお好きにどうぞっていう感じなんですけど、私は眉間を太くしたいのでこんな感じですかね。そしたらいつもここにのせてるやつを、マットの白をのせてみたいと思います。いつもはラメのせるんだけど、はい、白をのせましたと。あとラメか、この一番端のこの人を使っていこうと思います。目頭らへんだけこんな感じで塗りました。で、同じカラー手に取ってまぶたの上に。意外とそんなにラメラメしないかも。なんか最近買ったシャドウの中では割とマット目というか落ち着いているラメな気がする。これ結構塗ってるけどこんな感じです。まつげを上げていきたいと思います。はい、でアイメイクは完成したので、今度チークを塗っていこうと思うんですけど、こんな感じで全色ではないんだけどこんぐらいありまして、この中からちょっと選ぼうかと思うんですけど、よく使うのはこの04番のちょっと薄い杏仁豆腐って言われてるやつ。これもよく使ってるね。03番
このピンク。全体的に発色は強めなんだけど、これとか1回も使ってないわ。02番。実際とねつけた時ちょっと違うね。赤っぽい。つけてみようか。ちょっと今日は使ったことのない MV02 を使ってみます。紫感は弱い。赤っぽい。赤っぽいから使いやすい。なんかこのキャップの色がさ結構強いからそれでもったいなさそう全然可愛い。赤だけど落ち着いてるから夏にも冬にも良さそう。でもじんわりメイクするんだったらこの色すごい使えそうだけど、しかもねスフレっぽい感じの感触だから塗りやすいんだよね。クリームチーク苦手な人でも使いやすい気がする。結構今目の下につけました。ちょっと大人っぽくぽってりする感じ、結構好きな感じです。ヘルシーな感じになりました。ちょっと今日オーバーオールになってきちゃってるのでこんな感じでちょっとヘルシーな感じにしました。でリップもこんな感じでいろんなカラーがありまして、ちょっとまだ使ってないのばっかりなんですよね。これリップグロスなんで色づきが薄いのでちょっとリップはリップで塗った方がよくて、ちょっとさっきのこれを使っていこうと思います。最近唇オーバーリップしすぎみたいなよく言われるから何も塗らないとちょっと言ってみましょうかね。なんかオーバーリップに見えるんだよな私の唇。縁取りがボケてるっていうのかな。立体的にはなってるもののこの縁が薄いっていうのが今本当にこれ透明のプランパー塗ってただけなんだけど、わかる？ボケてるっていうのかな。からただここの肉感はあるみたいなタイプだから、ちょっとこのオーバーリップしてるつもりなくてもそう見えてしまうさらにみたいなところがあるんですけど、ちょっとなるべくならないように塗っていこうかと思います。皆さんのご希望に添えて。でもだってこれさこれはみ出てないのにこれオーバーリップって言うでしょ絶対みんなはみ出てないのこれ。なるべくはみ出さないように。これはみ出てないから、はみ出してないからねこれはみ出てないからねこれまだはみ出てないの。でもオーバーリップって言われるよこれね。どうしたもんかっていう。ほらはみ出てないの。どうしたらいいのじゃあ。初めて使ったけどそうはみ出てはないですよ。はい皆さん、なんかさこっちの方が歪んでないこれ。肉眼で見てるとあんま分かんないけどこうやって見ると分かる。はいということでちょっと今塗ったんですけど、いつもよりリップライナーで私こっちの方がちょっと下がってんだよね。顔が歪んでるから。でこっちをオーバーにしてるんだけど、こっちだけちょっとごめんなさいね。じゃあ皆さんのお嫌いなオーバーで。個人的には結構気に入ってる。すごいみんなバカにしてくるけど己がねチャームポイントって思ってたらねそれの問題ない。一応ねパフォーマンスとして皆さんにちょっとシェーディングはしないでオーバーリップはしないでお届けをさせていただいたものの、なんか縁があるとリップ塗った時に何て言うんだろうな、縁ってなるのが嫌いなので、マット塗った時とか私の唇すごい可愛くて結構こうブワンみたいな感じ。私結構韓国の女の子とかでもオーバーでバンってなってるの結構好きなので、私は結構この唇がお気に入りなんですけど、お好みでない方は U ターンでさよならフィローンっていう感じでお願いします。不自然と言われましてもこちら直せないのでねよろしくお願いいたします。で今リップも塗ったんで次はちょっとリップグロスに行こうと思うんですけど、なんかねいっぱいあるんだよね本当に。これとか紫だし、これ透明でしょ。これもクリアなんだけどちょっと紫で。私一番使うのはこの A01 番 30% のやつ。このテンションでいくと多分この A01 の 30% じゃなくて 70% かなやつも多分あるんだけど、ちょっと私引っ越してからまだコスメルームが完成してなくてどっかに埋まってるねこれね。どうしようかな。いつものやつか使おうかな。 A01 番使います。これ結構ね取れやすいですかって聞かれるんだけど、私的にはこういう感じのリップにしては全然取れにくい。あとのやつもね本当にね結構色づきが薄い。なんかこういう感じ。一応メイクが完成いたしました。 P 縛りで。ちょっと下まぶたが薄いなって感じなのでこの赤を足します。なんかオーバーに赤入れるの苦手な方とか盛り耐性がないみたいな感じの方とかは目の縁とか際にだけ赤とか入れてあげるとさりげなく赤っぽメイクができる気がする。あとはこうとかで目の際とか
割と使いやすいです。このパレットが全部ね、色がねそんなにねめちゃめちゃすっごい強く発色するわけじゃなくて、特にこのブラウンとか濃い系のカラーは本当に柔らかく発色するので、こういう目の際とかになんていうの、インラインじゃなくてなんていうんだろう、なんか引く方いるじゃん。私あんまりこの目の形自体を変えるようなメイク、まぶたとかにカラーはつけるんだけど、この目のここら辺とかにこう何かをしたりとかっていうのはそんなにしないので、やるとしてもこの目頭とか二重の幅を広くするとかって感じなんだけど、もっとなんかいろいろやりたい方とかでもなんか使いやすいかなって思います。ドバって結構強くついちゃうと調節が難しいと思うので、そういう時にあとこういう眉間とかのねシェーディングに使う時にもいいと思う。あとこれ皆さんの嫌いなこれ、あと涙袋の影描く時とか良さそうかなって思います。はい、ということでヘアメイク完成しました。ちょっと髪の毛はレイヤーカットを入れたので、ちょっと適当に顔周りを巻いてみました。一番私がこの日の中でも愛用してるのがこちらのパレットが今年の夏は特に大活躍でした。私が結構ね赤み系のメイクにハマってて、パレットにね赤が入ってるのって珍しくって、最近ちょっと出てきたんですけど、 P とかウォン・ジョンヨのやつとか結構ね赤みがねいい感じの赤みのやつが少なくって、割とこれはかなり重宝してたアイテムになります。あとはこのリップのグロスは1個持っとくと本当に長時間潤いがキープされるので、これは私一番使ってたのはこの今日使った A01 番なんですけど、他のタイプもすごく使い勝手がいいかなと思います。お好みのメイクに合わせてね色味を変えていただけたらなっていう感じで、これはなんかクリアのベース、なんかプランターみたいな書いてあったんだよね。クリアグロスみたいな感じのテンションでした。まだ使っておりませんはい。こっちのプリンポットの方は今年の夏は本当にクリームチークにハマってたので、クリームチークを使う初心者の方にはプリンポットが一番多分使いやすいのかなと思います。ちょっとバーム状のやつもあれば油分が多い系がほとんどなんだよね。なんだけどこのプリンポットはちょっとスフレ感ある、ちょっとマットっぽい感じなので、クリームチークをつけた時にこのまま固まっちゃって一部分だけ濃くなっちゃうっていうチーク結構多いんだけど、これは全体的に滑らかになるのですごくおすすめです。あとね、フィーといえば昔出てたクリームチーク、これとかもすごくいいです。こっちの方がちょっと柔らかめっていうのかな、スフレ感はちょっと弱まるんだけどパウダリーっぽい感じのテクスチャーになるものもあれば、あとこれもすごいバズってたよね。これとかはデュアルチークで両方入ってるので、ベースにこっち塗ってから濃いのを中央にこれ使ったりとかで、自分でなんか考えなくてもメイクの組み合わせっていうのかな、グラデーションっぽくしたい人はすごくおすすめっていう感じで、このプリンポットは自分で濃さ調節しなきゃいけなかったりとか、あとは色混ぜたいなって思った時には自分でコスメの組み合わせを考えなきゃいけないので、そういうのが苦手って方はこっちのデュアルチークの方もすごくおすすめかなと思います。最近でも本当にデイジークと同じぐらいフィーのコスメ使うことがすごく多いので、特にプリンポットは1個ポーチに入れとくとリップにも使えてチークにも使えるし、まぶたとかに塗ってあげても全然いいので、そういう意味ではすごくいいかなと思います。まぶたにね塗るのもすごく可愛いんだよね。これ調節ができるからさ、メイクした上とかでさ、なんか時間経ってくるとちょっと目元薄くなってきたなみたいなのあるじゃん。普通にこの上からこうやって赤重ねたりとかするだけでも今全然違うと思うんだけど、下まぶたとかあんまり発色しないですって人とかも結構いると思うの。アイシャドウがアイシャドウベースとしてこうやって使ってあげて、その上からアイシャドウ塗ったりとかしてもいいと思うし、あとアイライナーがあんま似合わない人とかっていると思う。私もアイライナーはあんまり好きじゃないというか、目尻と粘膜以外には塗らないんだけど、こことかも赤だからなんとかなるけど、下にアイライナーを使う、なんかここ引く人いるじゃん。ああいうメイクがあんまり得意じゃなくて、涙袋ペンシルとかもここに線引いちゃうとあんま似合わないタイプなんだけど、こういうプリンポットとかシャドウとか色味がつく系で涙袋とか目を大きく見せるっていう方法とかでもありなのかなと思うので、今私が2個目に使ったのがこのまぶたに途中でのせたのが PK01 番ベイビーっていう色なんですけど、なんか結構ね全部使いやすい。オレンジもあればベージュ系もあればピンクもあればちょっと赤っぽい今日使ってるのとかもあるので、なんか結構ねここの色にとらわれやすいんだけど、多分おそらく、パッケージだと中のこの色も結構派手なんだけど、これは多分この形状液状上仕方のない色なんだと思うんだけど、これいじるのって結構大変で、コスメ作ってる側からすると実際に塗布した色とこの見た目の色は結構違うので、そこで苦手意識持ってる方とか使いやすいかなと思います。あとクッションファンデかな。私本当にファンデーションも春からもずっと使ってないんですけど、クッションファンデーションは軽くてつけや
やすかったです。クッションファンデーションつけるとしたらセレブのクッションファンデしか使ってないんですけど、セレブのツヤ若干アルカナバージョンっていう感じでした。そんなに重たさもないし、多分買ってどんなもんかなと思ってパンってやってたやつをそのまんま今日使ってたって感じ。こうやってもう一回やってないのにあんなに広がったから、結構ね広がりも良さそうな気がします。P のコスメ全部いいよね。これめっちゃ完売してるので、なんかあ、そうなんだ。あったら何色でも買っても良さそうって。でもどれでもいいかも。一旦どれでもいいかも。杏仁豆腐とかは絶対良さそうだよね。これびっくりするぐらい可愛かったですね。私も今日初めて持っときながら、みんなが思ってるかける500倍ぐらい多色買いしてて、アトコスメとかオリアンとか行っても買うものないやってぐらい、とりあえず一旦買い癖があるんだよね。だから使ってないの結構あるんだけど、意外と使ってみたらいいなっていう感じでした。こちら案件ではございませんで普通に個人的に集めてたら、本当にフィーとデイジークのコスメが一番多かったの。今まで出てるやつで持ってないの多分なくて、ハイライトとかその細かいのも含め、ちょっと今日は縛りメイクで紹介してみようかなと思いました。ほんと目の下もめっちゃ可愛いです。これだ、01番。私結構赤を目の下に入れてあげると中顔面が下がるタイプなので、目の位置が結構高めの人とかおでこ狭めの人、私でもなんかさ広くなってきたと思わない？なんか昔もっと狭かった気するんだよね。Twitter と TikTok で私のブサイクな顔、ブサイクって言っても私はその当時のことも愛してたから全然ブスだと思ったこと一回もないんだけど、自分のことを。フォロワーがたくさん増えまして、ほんとカムサハムニだって感じなんですけど、提供元の方、ソースの方ありがとうございますっていう感じなんですけど、あれとか見ると確かにおでことかも結構ね狭かったんだけど、やっぱハゲてくんのかな年々、わかんないけど、でもメイクによって本当にこんなに変わるんだなっていうところなので、自分に合ったメイクを探すっていうのと、トレンドに合ったメイク、別にトレンドに合わせるのが全てではないけど、その時のなんか自分のなりたい顔っていうのを追求するのすごいいいなと思ったので、改めてね自分のあれを見ていいなと思ったので、ちょっと今年っぽいというか、今私が気分だなって思ったメイクで、なおかつ盛り耐性ない人向けではないんだけど、盛り耐性あるからアイライナーが苦手な人とか、なんか私得意不得意のアイテムが結構はっきりと分かれてて、涙袋のグリッターとかもペンシルと筆とかだと、筆の方が意外と涙袋のラメは相性が良かったりとか、ラメもここの部分はざっくりが似合うけど、ここの部分にざっくりのせちゃうとダメだから粒子細かいののせるとか、なんかいろんなコスメを試してみて自分に合うアイテムを探していくっていうのがすごくいいのかなと思ったので、私の顔の系統の人っていうのかなはぜひ参考にしていただけたらなと思います。はい、ということで本日も最後までいきなり終わる本日も最後まで見てくれてありがとうございました。このコスメの縛りメイク見たいっていう方がいれば、私そちらのアイテム買いますので、ぜひ皆さん言ってください。カラコン P じゃないけど絶対聞かれると思うから、なんかややみやのさパッケージ変わったっぽいんだよな。レンズの直径 14.2 で着色直径は 13.5、 このキャロットブラウンってやつです。なんか私の目の色とか顔立ち的に発色が明るい方がいいんだってことに気づいた。明るめなの最近使ってます。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお待ちしてます。バイバイ。